どうもこんばんは、ゆちです。最近ドスケベ杯セカンドをやりました。たくさんのご応募本当にありがとうございます。この動画をきっかけで B プラを始めた方もいらっしゃるようだったので、動画を作ってる身としてはとても嬉しい限りだ。このチャンネルでは美少女プラモなどにいかがわしいことをしていくチャンネル。よかったらチャンネル登録よろしくな。今日は美少女ではなくリッタージェット破裂の人形バングドールを作っていくぜ。ホビーショーでボークスさんに話を伺っていたためだいぶ気になっていたんだ。久しぶりの美少女以外のプラモデルじっくり堪能していこうぜ。さあ早速開けていこう。パーツがぎっしりと言いたいところだが見てくれ、すごく丁寧に梱包されている。ホビーショーのボックスコーナーのスタッフが言っていたのだが、気をつけないと折れるパーツがあるとおっしゃっていたので、多分これは折れないようにきっちり梱包したんでしょうね。正直こんなに梱包されているプラモ初めて見たぞ。期待とワクワクがすっごいんだが、梱包を剥がすのがめんどくせえ。梱包を剥がしたらランナーを並べてランナーの枚数を見てみましょう。ランナーは全部で22枚。割と多い方だと思う。それと説明書の中にはデカールが入っているぜ。さてここからは組み立てていこうと思うのだが、触れた感じ本当に折れそうだ。いつも愛用しているニッパーで切り出しをして、久しぶりに買ってきたこのアルティメットニッパーで2度切りをして綺麗にパーツを切り出していこう。切り出したらあとは組み立てれば完璧って思うところだが、このキットのパーツ同士のはめ込みを見てほしい。見てくれ、スッカスカなんだよ。ガンプラとは違ってはまんねえんだ。これじゃあ組み上がらないので、こちらミスターセメント SP で合わせ目などで溶剤を流し込んでも問題ないよっていう部分に流し込み、両サイドをギュッと押さえつけてしっかり接着。合わせ目なんかはその後中から出てきた溶剤をよく乾燥させヤスリで整えます。ただここら辺は改造したいなっていう方には文房具店などで売っているひっつき虫を使い補強しながら組み立てるといいでしょう。他にもスッカスカな装甲の対策としては、ミスターセメントをジョイント部分にたっぷり塗ってからパーツを抜き差しズッコンバッコンを繰り返すといい感じに渋みが出て仮止めがしやすくなる。そんなこんなで組み上げたリッタージェットがこんな感じだ。正直言って組みづらい。前作ったダッカスはここまでひどくはなかったと思うんですけれどね。マジでパーツがポロポロ今も立たせてるのもすごく大変だった。久しぶりに組んでいてだいぶストレスがかかったキットだったな。だがなんといっても長野守先生のガンダムにはないデザインが最高だ。腰の細さも尖ってていいが、関節周りのダブルスイングの造形がとても綺麗だ。これを考えた先生は控えめに言って最高だ。それでは少し可動などを見ていこう。膝はだいたい90度ほど曲がるのだが、ガンプラではまずありえない膝関節でひねったりすることができるんですよ。これは控えめに言ってすごい。足首はちょっと可動域が控えめですが、できる限り大きく稼働させるために足の関節がスライドになっているんですよね。しかもこのスライドギミックによって走行同士が当たらないようになっているんです。ただやっぱりこの可動域だと踏ん張ったポーズはちょっと取りづらい。ちなみに股関節は結構動くぜ。足を両サイドに結構開けるし、スカート周りがしっかり稼働するので90度ほど足を上げられます。ここまで見ると足首と膝関節に少し手を加えていってあげればかっこいいポージングができそうだ。腰は非稼働と稼働タイプがある。まあでも稼働って言っても微々たる稼働なんですが、このちょいとした稼働によってポージングの幅が広がるのは確かだ。お次に肩周りはウイングパーツがあるのでちょっと動かしづらいですが、根元がボールジョイントなどでしっかり肩を回転させることができ、しかも腕を肩の高さぐらいまで上げることができます。肘は二の腕と腕の付け根で二重関節で動きます。ただ若干動く幅は狭いかなっていう感じがしますね。それを補うように肩の関節の可動が広いのでポーズはしっかり取れます。頭は一応ボールジョイントで動くようにはなっているような感じがするんですが、他のパーツに干渉しまくってほぼ動かないと、まあざっくり可動はこんな感じだ。続いて武器パーツ。武器は剣1本だ。この剣エピオンみたいに機体に接続するギミックがあるらしいのだが、説明書を見ると両面テープで貼り付けるらしい。ボディに穴開いてたらそれはそれで嫌かなっていう気持ちもあるけど、両面テープで貼ったら後で塗装が剥げそうでちょっと怖い。だが何よりもエフェクトパーツがクソつけづれ。
これは俺が下手くそなだけなのでしょうか。ちなみに手は剣を持たせるために持ち手と平手を選ぶことができます。最後に大きさ比較。ここで俺を召喚する。甘いぞ勇気。海馬。前回良かれと思って貴様のフィギュアを買ってきたが、見づらいというコメントが多かったため、今回は新たに HG のガンダムを買ってきたぞ勇気。海馬。気にしてたんだな。だが、お前の熱い気持ち、確かに受け取ったぜ。今回は HG のガンダムを用意したぜ。並べるとこんな感じだ。だいたい約2倍ぐらいの大きさの違いがあるわけだ。だがせっかくなので、俺も召喚。こちらもだいたい2倍ぐらいの大きさの差があるぜ。ここからは気になるポイント。気になるポイントは最初言った通りはめ込みが緩い。このせいでプラモ全体がとても作りづらくなっている。ガンプラに慣れてしまった人がこの動画を見てこのキットが欲しいと思って手に取ったらなかなかに手こずることは間違いない。なので気をつけて作ってくれよな。それと膝周り。膝は関節ではなくて装甲がちょっと問題あるんですよ。装甲を取り付けると膝関節に当たってしまってね、うまく装甲パーツがはまらない。はめたとしても塗装後動かしたりしたら塗装が剥げそうだ。気になる点はそんな感じです。さてざっくりレビューは以上。今日はこいつをしっかり手を加えて稼働できるようにして買ってきた高い塗料で綺麗にリッタージェットを仕上げていこうと思う。それでは下処理いくぜ。まずは後はめが必要なパーツ。後はめ加工が必要な太ももの白パーツ。ここは合わせ目を消したら内側のダボ軸を半分ぐらい切り落としスライドしてはめられるようにします。あと後はめが必要なのはウイングパーツ。ここは気合でマスキングして塗り分けしてもいいのだが後はめができそうなので今回は後はめしていく。やり方はウイングパーツの下部パーツのダボ軸を全てカット。内面のメタリックパーツは上部分にはまるダボ軸の部分を C 型にカット。こうすることにより合わせ目を消した後スライドして内面のパーツをはめることができる。それとミスターセメント SP だけでは消せない腕パーツの内側。ここは合わせ目を消そうとすると少し段差ができてしまうのでタミヤエポキシ造形パテを塗り段差を消していく。パテを持ったら既存のモールドにもパテが乗ってしまうので余分なパテは爪楊枝で押し出しましょう。その後乾燥したらスポンジヤスリを使い表面を整えます。整えるとこんな感じ。これをしっかり両サイドにやっていく。お次に筋彫り。既存のモールドは結構浅いので 0.2mm のタガネでしっかり筋彫りをします。これをやることによって塗装後しっかり墨入れができるようになります。ただモールドを彫り直すとバリが出てきますよね。そんな部分には爪楊枝。こいつをモールドを彫り直した部分に軽くなぞってあげるだけでバリが結構通れるんですよね。ある程度爪楊枝でバリを落としたらその後しっかりスポンジヤスリで表面を整えます。大体の下処理が終わったら足はこのままだとあんまり動かないのでここの二重関節に手を加えていく。やることは単純。動く幅を増やすだけ。そのためにまず内面のダボ軸を電動リューターで綺麗にしていく。その後ゆっくり動かせる幅をデザインナイフで切っていく。この時横幅に大きく切ってしまうと動かした時足がゆるゆるの足になってしまうので元の関節の幅と同じ大きさで切っていく。なんでそんなことがわかるかって？本当はダッカスの右足切りすぎてプラプラになってたんだよ。切ったら軽くヤスリで整えれば完成。同じ手順で反対側にもやったら関節を調整したらミスターセメント SP を流し込みしっかりと合わせ目を消します。これをもう一段上のダブルスイングにも同じことをやっていく。この作業を2つの関節にやっていくとこんな感じになる。左が加工前、右が加工後。ほんのちょっとの差にしか見えないかもしれないがこれをやることにより踏ん張るポーズが取りやすくなる。あとはレビューでもお話しした通り膝の走行パーツ。ここは普通につけると膝関節に干渉してしまうのでこれを解消するために 2mm のプラパイプを用意。 4mm くらいの長さで切って膝のフレームの上の部分のジョイントに接着。反対側には 2mm のプラ棒を用意。 2mm のサイズがぴったりパーツに差し込めるので差し込んで接着したら程よい長さにカット。あとは2つをくっつけるとこんな感じになる。見た目はほぼ変わっていないがほんの少し関節と走行に余裕ができて動かしやすくなります。あと
腰パーツ。ここの腰パーツ動くようにはなっているのだが、本当に引っかかってるだけですぐ取れるようになっている。なので関節の上部に軽く接着剤を塗ってプラ板を細かく切って貼り付けます。こうすることで動かしている時に取れたりしないようになる。あとクリアパーツ。腰や胴体にあるクリアパーツはそのままを活かそうと思うので、ゲート後で曇ってしまったパーツは100均などで売っている爪研ぎを使い表面をピカピカに仕上げます。これで大体の下処理は終了。細かい塵やゴミを洗い流し持ち手に持たせていくのだが、このリッタージェット持たせるところが少ねえ。そんな時はこの爪楊枝がおすすめだ。こいつよく見ると先端がいい感じの大きさになっている。持たせたいパーツのダボ穴に合わせて爪楊枝の先端をカットしてあげれば、持ち手に持たせるぴったりな棒の出来上がり。これでパーツを持たせ乾燥させたら塗装いくぜ。どうもこんばんは。こちらでは質問や皆さんの作品を紹介するコーナー。今回はドスケベ杯の入賞者だぜ。今回のくじ引きで当選したのはオデンダーさんのユニコーンガンダム福岡限定ランクらしいぜ。かっこいいな。そして触手は梅干しライダーくるみさん、 HG のエステバリスレアキットだぜ。最後に個人的にステレナプラモを3つ。1つ目がテチさんのソフィア F シャーリング肌とボディが塗るテカで HH だぜ。2つ目がカフェラテーンさんのジェネグランデステール、クオリティがすごく高くてまたのハイネグがエッチだ。最後にフラグ建築士さんのバルバトス、重厚感じある塗装と汚し塗装がとても綺麗だぜ。以上の5名が今回の当選者です。おめでとうございます。他にも賞をあげたくなるとても綺麗な作品がたくさんあったぜ。たくさんのご参加本当にありがとうございます。他の作品はよかったらライブ配信のアーカイブを見てくれよな。さあ今日は珍しく蛍光ブルーグリーンから顔のほっぺたのクリアパーツを緑色に塗装。これを先に塗っておくことによってマスキングして根元の方をメタリックに塗れる。同じ要領で剣と顔面は蛍光レッドで塗装します。マスキングしたらミスターサーフェイサーブラックで塗装。全体を真っ黒に仕上げたらこのリッタージェット用のフレームメタリックで全体をメタリックに仕上げます。メタリックが塗れたらガーレリさんの水性マーカーアルミを使い部分塗装をします。細かいがこの塗装をするとさらにメタリックが良くなる。あと腰回りのクリアパーツは裏面だけメタリックを塗装して裏面の縁の部分はメタリックはいらないので薄め液を綿棒に浸らせて端っこについた塗料をこすり取ります。こうすることにより表面から見ると透けている倉庫っぽくなって綺麗になる。頭の飾りのゴールドはこのナイト・オブ・ゴールドのゴールドを使うぜ。美しいゴールドだぞ。装甲パーツは全てサーフェイサーグレーを塗ります。装甲パーツを灰色に染め上げたら専用塗料のゴーストグレイを使い淡い水色に仕上げます。そしてマスキングをして白パーツにはカイゼリンホワイトを塗っていきます。これで大体の装甲周りの塗装は終了っていうわけではなく、この説明書を見てくれ。よく見るとパールコートをこの後一回全体に塗ってからオーバーコートのホワイトを塗らないといけないらしい。そう装甲を全てに塗らないといけない。つまりこの量の装甲パーツを3往復しないといけない。地獄ですね。とりあえずまずパールホワイトを全体に塗り、その上からオーバーコートとして専用塗料のホワイトを全体に塗っていく。超大変だった。映像ではほとんど違いが分かりませんが、こちらのオーバーコートまでやるとなんというか深みのある色合いになります。特に白は何を言っているのかさっぱり分からないと思うが、より白っぽくなるぜ。メインの装甲が塗れたらテールランプ系クリアレッドを買い忘れたので近い色のローズディープレッドで塗ります。反対側はクリアブルーグリーンを厚塗りします。これで大体のヘアブラシによる塗装は終了。ここからは筆塗りによる細かい部分。まずはガーレリさんのジオニックブラックを使い顔パーツの目の周りを黒く染め上げます。こちらは水性塗料なので水で濡らした綿棒で調整しながら塗っていきます。さらに装甲パーツの排気ダクトっぽいようなところ、ここら辺も全てジオニックブラックを使い筆塗りをします。足なんかの凹凸がある部分は綿棒では拭き取りづらいため、ここら辺は爪楊枝を使って拭き取ります。爪楊枝を使うことによりしっかり溝に合わせて塗ることができます。そして彫り直したモールドなどにはタミヤ墨入れブラックを使い墨入れをしていきます。こちらはエナメル塗料なのではみ出してしまった部分はエナメル薄め液で拭き取ります。大体の部分塗装が終わったらデカール。足や胸の貼る部分にマークソフターを軽く塗ってバングドールのエンブレムを貼っていく。
位置が決まったらしっかり水分を抜いていきましょう。ちなみに腕のこちらのモールドに関してはガーレリさんのカレイドカラーシャインレッドで塗ります。はみ出してしまった部分は爪楊枝でこすってあげれば綺麗に仕上がります。さあこれで大体の作業は終了。あとはクリアのトップコートを塗って完成。長かったぜ。これがリッタージェットだ。今回のリッタージェットはいかがだっただろうか。正直本当に大変なキットだった。動画内で結構説明していましたが、このキットは初心者向けではない。作りたくなって買ってしまったよって方は動画を見返して参考にしてみてほしいぜ。また先日行ったドスケベ杯セカンドシーズン、たくさんのご応募本当にありがとうございます。今回もなかなかスケベなプラモが揃っていて、見ていて、そして評価していて本当に楽しかった。またドスケベ杯はやろうと思うので、今回参加できなかったよっていう方は次回参加してみてほしいぜ。さて今日の動画はこんな感じだ。今年はどんなスケベなプラモを作っていきましょうかね。作ってほしいスケベなプラモがあったらコメントしてみてくれよな。あと高評価とチャンネル登録もよろしくな。それでは次回の動画でまた会おうぜ。またな。